皆様こんにちは、蓮水です。今日は、前回の動画の続きにはなるんですけど、前回ですね、水墨画の技法、5パターンを書いた解説したんですけど、今日はですね、そちら同じことをこちらのですね、100均の材料を使って書いていきたいと思います。水墨画をちょっとやってみたいなっていう方でも、なんか材料をね揃えるのにハードルが高い方も、いらっしゃると思いますので、結構ねこのダイソーのでこれだけのものが揃ってしまいますので、今日はこれを使って、安くですね簡単に、まず初心者の方でも取り組んでもらいやすいように動画を撮っていきますので、よかったら最後まで。最後にですね、前回撮ったものと、100均でどれぐらい描けるのかっていうのを、検証もしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。ではですね、こちらダイソーで購入したものですね。これを使って、同じ水墨画の技法5つを描いていきたいと思います。これ天ぷらの式紙ってなってるんですけど、100均にね書道用の半紙も売ってるんですけど、結構ツルツルしてて描きづらいにじまないので、この天ぷらの式紙、こちらですね、ザラザラしてる方に描くと意外ににじみますので、これ練習用紙に結構水墨画の練習用紙に最適ですので、こちらよかったら購入してみてください。これが紙ですね。で、すずりで、墨、固形墨で、筆なんですけど、この筆使ってみたいと思います。結構100均の筆はね、こう見てわかるんですけど、全然揃ってないんですね。バラバラしてる。これ書きづらいんですけど、ちょっとこれでね、今日書いてみたいと思います。で、まずですね、水を少しすずりに入れまして、墨をしっかりすっていきます。墨をですね、もうとろっとなるまで墨終わりましたら書いていきたいと思います。で、こう墨をすってどれぐらいの濃さかなって見るときは、なんかこう墨の跡がつくぐらいですね。じゃあまず1つ目の技法、型熊から書いていきます。水で、筆に水を含ませて、お皿に水を入れて、ここで一回淡墨を作っていきます。いい感じの濃さが出てますね。前回の動画でもお話ししてるんですけど、この墨の濃さはだいたいめんつゆの濃さぐらいということで、透明感のある黒っていう感じですね。で、先端3分の1ぐらいにまず濃い墨をつけて、でここのお皿の上で筆を振ってグラデーションを作っていきます。で、さらに先端にもう一回濃いのを取ってより強いグラデーションを作ります。これでですね、型熊いきます。筆を倒してこんな感じですね。結構いい色が出ましたね。じゃあ次2つ目の先熊いきます。筆1回洗って淡墨つけます。で、筆先端部分だけちょんと濃い墨を取って、見えますか？こんな感じですね。筆をこう動かして、先端濃い他薄い、これが2つ目の技法の蘭の花びらとか描くときに使う先熊になります。で、3番目いきます。どんどんいきますね。水で洗って淡墨つけて、ここでですね、このお皿のへりで
潰します。思いっきり潰して水気を取ってぺったんこにしていきます。そうすると横から見るとですね、平らにぺったんこに平べったくなってますので、これ正面から見るとこんな感じです。でここの両サイドに濃い墨をちょんちょんとひっくり返してつけていきますね。これで描いていきます。両サイドが濃くなって真ん中が薄くなる、これが両グマですね。3つ目の技法。4つ目はですね、今度真ん中に濃い線が見えるように描いていきます。まず水で洗って淡墨つけて、ここで今度はですね、斜め45度に筆を倒しながら、ここに三角形、筆の底を三角形鋭角にしていきます。正面から見ると船の底のような形で、ここがキュッと下が鋭角になりますので、ここの底に墨をつけていきます。でこれでこう描くと真ん中が濃くなって周りが薄くなりますね。これが4つ目の内脈になります。で5つ目いきます。水で洗って、今度は元グマ、根元に濃い墨をつけていきたいので、まず筆全体に濃い墨なじませます。筆を思いっきり倒して筆全体に濃い墨をつけていきます。そして先端を水で洗っていきます。半分ぐらいですかね、水につけて左右に振って洗っていきます。そうするともうそれだけでじわーっと水から濃い墨のグラデーション、逆バージョンできますので、これで筆をこっち先端、ここを中心にして、こういう感じですね。この根元というかこの先端ですねが薄くて、こっちの根元が濃いので、こういう形でなんか花びらを作っていくときに使う技法ですね。これが5番目の元グマになります。どうですかね、なんか全体的に紙が薄いので墨が薄く見えるかもしれないんですけど、実際こんな感じですね。こちらと比べてみるとどうでしょう。墨のやっぱりすった時のどうしてもね、この100円のこの墨なのでかなりすって、どうだろうな、もっとすれば濃くなるかもしれないんですけど、割とこれぐらいが限界かもしれないですね。これとか結構濃く出ましたけど、あとはですね、この前回描いたこのやっぱり厚手の二層紙は、こういう墨の広がりですね、水がじわっと和紙ににじんでいくので、こういったところが、今回の100均のこの、天ぷらのこの式紙ですけどね、出なかったので、ただ濃淡は出たということで、全体的に絵を描いた時には奥行き感とか味わいは少し変わってくるかとは思うんですけど、線の練習だったりとか、練習用紙としてはもう最適なんじゃないかなって思いますね。なので、水墨画材料とかでまず揃えるのがハードルが高いっていう方には、気軽に簡単に手に入るこの、100均の材料を使って、一度ね試して練習とかしてみるといいんじゃないかなと思います。見た目的にはそんなに大差ないんじゃないかなと思いますので、検証結果100均の材料でも十分濃淡が出るということで、
検証してみました。ご視聴ありがとうございました。